こんにちは、チャイヌでございます。前回編んだ靴下なんですけど、ちょっと改良してみました。かかとのところにね、タブをつけてみたんですけど、いい感じになりましたね、これで。脱げやすそうだったのが、かなり脱げにくくなってね。今回はね、この形で作っていこうと思います。このねタブ付きのソックスは手編みで編んでいけるように以前ね作り方の動画も上げているので、そちらも見てみてね。で今回使う毛糸はラウクフルスターのセットからこちら、色番が11253番です。ちょっと渋めのカラーですね。それに合わせて今回単色のこの紫をね使うことにしました。9938番です。毛糸の購入先を概要欄に載せておくので、そちらもぜひ見てみてください。はい、でね、この動画で4足目のソックスですね。どうでしょう、このシリーズ。まあ今4足目ということはあと96回。まあでもね、1動画で2ソックスとか編む回ももしかしたらあるかもしれないので、100本動画にするかどうかはわからないんですけど、まあでも100本近い動画にはきっとなりますからね。どうですついてこれそうでもまあ多分4月あたり、もしちょっと忙しくなったら失速するかもしれないんで、まあ3月とかまでは結構ハイペースで上げていこうかなっていう感じに今思ってるんですけど、ちょっとね失速する月も噛んじゃった失速する月もあるかもしれないんでね、まあそれは他の月で補ってっていう感じでね、まあ100足作っていこうかなと思ってます。で現在はね履き口の部分を作っていってるんですけど、引き返し編みでねタブの部分は作っていくので、まあ手編みと同じような編み方ですね。で編み地をダブルにしていっております現在ね。このね目を拾うのがねなかなか苦手で、っていうかまあこの編み機がそもそもね細い糸で編む用の編み機じゃないので、なかなか大変なんですよね。はい、ちらっとこんな感じでタブが出来上がりました。美しい。でね、最初の方に編んでいた引き返し編みの方法とちょっとねやり方を変えて今やってみてるんですけど、ここもね模索中なんですよね。どれが一番いいかなと、まだまだ正解が見つかっておらずって感じで、まあ編み機の知識も乏しいので私が、だからこれからね靴下を100足編む過程でいろいろ学んでいけたらなって思ってるんですけど、視聴者さんとかねDM でわざわざ教えてくださったりとか、そんな方もいらっしゃるのでね、まあめきめきと成長中です。まあ今ちょっと編集中に思ったんですけど、この右下のね足元の方にあるコロコロが気になってしょうがない。なんか開きっぱになってますね。すみません、お見苦しいものを見せてしまって。でね、買った時についてた重りだけでは足りなくてね、こんな感じでちょっとたまに目外れちゃったりとかするんですよね。だから重りをね追加で買おうと思って今はまあネットの買い物かご入れてるんですけど、なんか想像以上に高かった重り1個600円とかするんですよね。でなんか、6個入りとかしかなかったので、まあとりあえずそれ買おうかな。で靴下編むんだったら多分 4.5mm ピッチの編み機が適してるかなって思うんですけど、これが多分 6.5mm ピッチの編み機かな。だからねちょっと 4.5mm の欲しいなとか思ってちょっと見てみたりとかしてるんですけど、新品でね
買おうと思うと結構10万超えるんですよ。だからね、めちゃくちゃ悩んでる。もうこの動画、このシリーズがもうバズりにバズりまくって、再生数がもうドーンっていけば買うかもしんない。でもね、編み物動画でねバズるっていうのはもう正直難しいんで、これは夢の話ですよ。でももしかしたらあるかもしれないんでね、今見てくださっている方は継続して見ていただけると嬉しいです。ご協力お願いします。編み物ってさ、なんか道具をね揃えれば揃えるほど、これも必要だな、あれも必要だなつって、なんか永遠とね、あれも欲しいこれも欲しいになって大変ですわ。これからもね、どんどん編み物に貢いでいこうと思います。編み上がったぜ。はい、このシリーズで編んできた3足の靴下、水通しして形が整ったのでお見せします。もうかわいいな。いやー、早くね100足揃ってるとこ見たいですね。皆さんも楽しみにしていてください。はい、メリヤスはぎタイムでございます。ね、私がね、前の動画だったかその前の動画だったか忘れたんですけど、腰が痛いって言ってたじゃないですか。腰をね、いたわってくださいね。みたいな感じの DM とかがね、3、4件ぐらい並んでるの見て、笑っちゃったんですけど。みんな心配してくれて。だからね、最近 YouTube を見ながらストレッチをするようになって、だいぶね、改善されたんですよね。なんか背中とか腰とかに効くストレッチを今ね、朝と寝る前の2回やってます。10分間のやつをね。かなり気持ちいいストレッチ。で、コメントにもね、なんかちょっと編み機の位置が高いから腰が痛いんじゃないか、だったかな、編み機の位置が高いからだったかな。なんかそんな感じのが来てて、確かにそうなのかなと思って、私のこの座ってる椅子がね、高さ調整できるやつなんですよ。だから編む時に一番楽だなって思う位置に椅子を調整して、でタッピ返しの時はどうしてもね低い椅子じゃないとできないので、タッピ返しの時だけ椅子を下げてみたいな感じでやろうかなと思いました。つま先できたわ。で、引き返し編みで作ったタブの部分はこんな感じになっております。このポコッと出ているところがかかとを守ってくれる、かかとというかアキレス腱守ってくれるとこね。で、最後にすくい閉じをしていきます。もうね、すくい閉じもね、かなりもうこの4足目ですけど、まだかなりスムーズにできるようになってきましたね。やっぱ連日こうやってると慣れますね。あとやっぱ先曲がりのね、この閉じ針を使ってるんですけど、かなりやりやすい。その渡り糸をすくいやすいんですよね。だから重宝してます。いやでもあんまりね最近動画上げれてなかったじゃないですか。最近っていうかもう結構になるかな。そんなにたくさん動画を出すっていうタイプではなかったと思うんですけど、私ね動画を上げるようになった最初の方って結構投稿頻度高かったんですよ。もう本当に大昔から見てる人だったらわかるかなと思うんですけど、でもどんどん投稿頻度も減っていってって感じだったので、今はねちょっと昔のように動画を上げるようになって、でコメントでねたくさん動画見れるのが嬉しいみたいなのが来てて、私そのコメント読んでなんかもうすごい嬉しくてね、なんかそう言ってもらえるのが嬉しくて、だからねこの企画が終わってもまた何かね、私やっぱ目標があった方がこうやりやすいのかな。なんか撮る目的が決まっているとやっぱ動画も撮りやすいので、この企画が終わってからもなんか考えたいなって思いましたね。編み方動画は上げんのかって思ってる方もしかしたらいるかもしれないんですけど、
まあそこら辺についてもね、なんかちょっと思うところが、ずーっとあって、またその話は今度しようかなって思うんですけど、全く編み方動画を上げなくなるっていうことはないとは思うんですけど、ないと思うっていうかないんですけど、ちょっとそこら辺はね減るかもしれないけど、とりあえず今はねこの企画の撮影するのが楽しいので、頑張っていこうかなって感じですね。で、合間にね別のものも全然編んでるので、そちらもね見せていったりとかはしていくと思うので、よろしくお願いします。できたー、完成です。かわいい。はい、恒例の靴下履き履きタイム。ちょっとね直前まで履いてた靴下の跡が足首についてるんですけど、お気になさらず。はい、履いてみた感じはいい感じ、いい感じ。やっぱねこのかかとにタブがあるだけで全然フィット感が違うんですよね。でスニーカーとか履いた時も多分タブある方が全然脱げにくいと思うので、アンクル丈にするんだったら、タブがついてる方がおすすめかな。手編みでも編めるんで、是非試してみてください。いや、かわいいな。ちょっと渋めのカラーがレトロでいい感じですね。いい色の組み合わせだ。そんな感じで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。